こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの草花と動物のかわいい刺繍という本の中から、お花の刺繍を一つ刺繍してみます。前回から、お花とかいろんなワンポイントの刺繍を30分で刺繍できるっていうシリーズをちょっと始めたんですけど、30分でできない人もいるかもしれないですけど、だいたい短時間でできるっていう設定でちょっとやっていこうかなと思います。で、刺繍糸は、概要欄に番号を書いていますので、それで参考に見てください。本当は違う糸を使っています。では手元の方にどうぞ。はい、ではアンナスの草花と動物のかわいい刺繍のこのお花を、これですね。これを刺繍しようと思います。25ページです。はい、もう図案はコピーしてあります。コピーは多分 A4 サイズとかでコピーされると思うんですけど、余計なところは切っといた方がいいと思います。位置を決めるときに決めやすいですね。こんなにちっちゃく切らなくても、ワンポイントだったらこれぐらいちっちゃくてもいいですけど、でずれると嫌なので待ち針をします。1個でいいかな。そのまま左手で押さえて刺繍しても大丈夫です。はい、もうこれは上から刺すので、何もしません。はい、写りました。じゃあ刺繍枠をします。枠を外してちょっとネジを緩めて、だいたい真ん中に来るようにセットしてしっかり締めます。でちょっと指で伸ばしてピンと張った状態にします。で、まずこれね、刺し順になってるんですよね。これ真ん中ちょっと見えづらいんですけど、丸刺して花びら刺してで茎と葉っぱで最後フレンチノットですっていう、なんかこう目で見てわかるように刺し順が書いてあるんですけど、そういうこともやりましたねっていうそういう説明です。はい、じゃあまず白で、色はね、今刺繍したい好きな色で刺してるんで、同じ色でやってもいいですし、全然違う色でやってもいいです。最初玉留めをしないので、並縫いを2つ入れてギリギリで留めて、1つ前の穴、糸の上に刺すとこれで絡まって止まるので、これで最初の刺し始めはちょっと斜めにしているんですけど、楕円になれば何でもいいです。1本基準を入れて、上でも下でもいいので半分ずつ埋めていきます。で隣に刺していくんですけど、これ最後にフレンチノットを入れるんですね。なのでちょっとここのサテンステッチがスカスカだと下の布が見えてしまうので、ただ今日の場合は白に白だから大丈夫です。ここの部分に色を使う場合はちょっと気持ち厚めに刺すといいと思います。で半分いったらちょっと見づらいですね、白に白なんで。続き半分を刺繍します。はい、端まで刺せたら裏にぐちゃぐちゃっと絡めて、
2回ほどぐちゃぐちゃっと絡めるとこれで絡まって止まっているので大丈夫です。切ってください。で次が、お花の色ですね。ちょっと変えてみます。ピンクのお花にします。で続き刺繍するときは裏に絡めてで、まずガイド線、こういう向きで始めますよっていう向きにステッチを最初に入れておいて、でこれが今回ちょっとなんか分かんない人は分かんないかなっていうポイントですね。まずここ端までサテンステッチをしたら半円残ってるんで、ここはもう埋めてしまいます。でぐるっと囲わなきゃいけないので、これ途中からアウトラインステッチに変わるんですけど、ちょっと先に出してこれにしようかな。なんかこの半円刺す手前の最後のステッチを、アウトラインの半分っていうことに設定します。ここのステッチがなんかアウトラインステッチの基本はちょっとここで後で説明しますけど、半分ずつ重ねるので、なんか次のステッチをこうちょっとこれ糸がこの楕円にかぶっているのでちょっとギュッと押して糸の下に刺す。なんかステッチあんまり長いとカクカクするんで、ちょっと短めで作業してください。こんな感じで糸を半分重ねるんですけど、ちょっと避けて糸の下に刺す。でこっちまで来たらまたサテンステッチに戻らなきゃいけないんですね。で最終的にここの最初にやったサテンステッチにナチュラルにつながらなきゃいけないので、どうしようかな。ここでちょっと長めのアウトラインステッチ、もうこれ半分ここサテンステッチに足入れてますね。もうここからサテンステッチです。こんな感じで、もしここの端っこがなんかちょっと直線気味になってしまった方はちょっとフォローしてサテンステッチをちょっと入れてあげるとここが丸くなるので、これで、際のところは同じ穴に刺すって感じです。でこれ最後ここにつながるように今ハの字ちょっとハの字になってるかな。なんか向きを変えていかなきゃいけないんですけど、なんか隣に刺して向きが綺麗に変わらない場合はこうやってガイド線刺しておいて、はい、こんな感じでナチュラルにサテンステッチしていきますよっていうこう道筋を立てておいて、で後で中を埋めていくとはい、これでいい感じです。で裏に絡めてで今日は葉っぱとか茎の色をブルーでやってみようと思います。ちょっと幻想的な感じで、ここでちょっとアウトラインの説明前後しますけど、
アウトラインはまず1目作って、ちょっと先に出して、こういうカーブになってるんで、こっちですね、左から右にグイッと押して糸の下に刺します。これ右から左だとカーブ逆になるんで、左から右に行くのが正解ですね。これで下まで行きます。はい、これで糸が白いので、このまま次葉っぱを刺したいんですけど、一気にビュンっていくと結構表に響いてしまうので、裏に絡めて見えなくなるようなところまで、葉っぱの近くまで戻ってから葉っぱのステッチをすると映らなくていいですね。白は渡り糸が結構目立ってしまうので、そこ白の刺繍、白の布で刺繍する方はちょっとその辺も気にしといた方がいいと思います。でちょっと斜めにステッチ入れておいて半分ずつ埋めます。こうすると葉っぱの先がこれ尖ってるんですけど、糸の端が葉っぱの頂点になるのでいい感じに尖ります。で上少し空いてるんで、ちょっとステッチ入れてフォローするとこれでいい感じ。ちょっとなんか唐突でしたね。もう1個ぐらい入れとこうかな。こんな感じで、下の続きをします。はい、で裏に絡めて、あとフレンチノットですね。フレンチノットも2本取りの2回巻き、3箇所、ちょっとねこれは上からチャコペンでこの刺繍するところに点々点ってこう絵で描いてもいいし、見ながらできる場合はだいたいこの辺かなみたいなのをこう見て、1、2で糸を同じ穴に刺すとサテンステッチの上なんで埋もれてしまうので、糸をなんか 1,2 本またいで刺してください。で引っ張ってちょっとね、あんまりギュッと引っ張ると埋もれるんで、ちょっとこうふんわりさせておいて、空中で2回巻いて 1,2 本糸をまたいで刺す。で出来上がってる状態にして引っ張る。だいたいこんな感じですね。で裏に絡めて、はい、切ります。これで出来上がりです。あとちょっとお水で図案を消してください。なんかブローチとかにすると可愛いかもしれないですね。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。